皆さんこんにちは、沖野です。今回はマッチングアプリについてのお話をしようかなと思うんですけども、なんとですね、最近ゲーム系のマッチングアプリに沖野の偽物が出現したという、そういう報告をいくつかいただいておりまして、その疑惑の真相についてお話をしようかなと思っております。まず、事の発端なんですけど、おそらく日本で一番ユーザーが多いであろうゲーム系のマッチングアプリ、ピンクのアイコンのやつがあるんですけど、その中に人気ユーザーっていう機能がありまして、それ何かっていうと、そのまま人気のユーザーが表示されるっていうそのままなんですけど、ちょっとね、他のアプリとそのアプリが違うところで言うと、普通マッチングアプリって、例えば右スワイプ、左スワイプして、いいねと、それ以外で分けたりとか、いいねボタンがあって相手にアピールできるとか、直接メッセージが送れるとか、大体そのあたりが標準的な機能かなと思うんですけど、いいねとかメッセージとは別に、ブリーディングっていう機能があって、ブリーディングって育てるみたいな意味合いなのかな。ちょっと英語弱いんですけど、で、そのアプリにもいいねって機能はもちろんあって、何回でもいいねは押せるんですけど、ブリーディングっていうのは取り消せないし、しっかりあなたのこと気になってますよみたいな時に多分使うのかな。で、それをブリーディングをしてもらうと、自分のレベルがどんどん上がっていくんですよ。レベルってなんだよって感じなんですけど、マッチングアプリにおいて。その人気ユーザーっていうところが毎日、1日1回変わるんですけど、レベルが一定数以上になると、乗る可能性があるんですけど、そこに沖野らしき人がいるぞっていう風に、数日前になりまして、実際そのインスタとか X の DM だったりとかで、沖野さんってマッチングアプリやってるんですかとか、今日人気ユーザーになってたんですけど、あれって本人なんですかとか、いただきまして、結論から言うと、本人か本人じゃないかで言うと、本人です。実はそれ選ばれるの2回目なんですけど、1回目は4年前なんですよね。ちょうどこのチャンネルを始めた時に人気ユーザーになったことがあったんですけど、ある程度YouTube 始めて、何年も経って登録者数が今ありがたいことに2万人超えたんですけども、そういう状態になってからマッチングアプリの人気ユーザーに選ばれたことがなかったので、結構今回は偽物ですか本人ですかみたいな問い合わせもさせていただいたりとか、それは DM でいただいた分が10件ぐらいなんですけど、それとは別にマッチングアプリの方でも応援してますとか、これって本物ですか偽物ですかみたいないろんなメッセージとかいただいて、で、正直もう通知がすごいうるさいんですよ。あれ人気ユーザーになったことある人結構いると思うんですけど、もう本当に1日めっちゃ鳴り続けるんですよね。なので、もう朝起きた時点それで起こされたんですけど、枕元でずっとブブブブブブって通知が鳴ってて、もううるさいなと思ったら人気ユーザーだったんで、一回その場で開いて、閉じて、もう通知切って仕事1日してたんですけど、本当に多分ランダムなんで、もう次にまた何年後に選ばれるかもわかんないし、一生選ばれないかもしれないから、これはもう神様からのプレゼントだと思って、しっかり見ようと思って、1日もうアプリ寝かせておいたんです。で、次の日以降に、人気ユーザーって1日ごとに入れ替わっていくので、1日経ってから見ようと思って。そしたら、通知が、2000数百件ぐらいになってて、4000とか5000とか行く人もいると思うんですけど、それでも2000いくらってすごいと思うんですよ。もちろんその2000数百人からアクションがあったわけじゃなくて、例えばメッセージ何通も送ってきてくれてる人もいるし、いいねを何回もしてる人もいるし、さっき言ったブリーディングっていう機能を使ってる人もいるから、一人の人が複数アクションしてくれてる可能性もあるから、あくまでその何分の1かなんですけど、数百人とかぐらいの人から一応そのアクションいただきまして、ただ人気ユーザーになった人にとりあえずいいねを押すみたいな人も多分いると思うんで、その中で本気でいいなと思ってくれた人がどのぐらいいるかって言われたら、わかんないんですけど、基本的にやっぱメッセージも結構いただいたので、正直全員には全然返せてなくて、心配して、本人ですかもし偽物なんだったら通報したいんですけどっていうメッセージを送ってきてくれたような方もいたんですけど、本人っていうのも恥ずかしいんですけど、YouTube やってるだけでさ、本人とか本物とか言うのも恥ずかしいんですけど、一応本人ですけど、もし偽物だったとしても、本人って言うから、あんまりその問いかけ意味ないと思いますよ。かっこ笑。でもお気遣いありがとうございます。びっくりマークみたいな感じで返したんですよ。でもその人たまたま最初にそれ目についたんですけど、他にもそういう偽物ですか本物ですかの問い合わせが来てたので、ちょっともう全員は返せないなと思って、その一人にしか返してないんですけど、数日前に人気ユーザーに選んでいただいた沖野らしき人は沖野で合ってますっていうのがまず一つ。もう一つは、偽物もいます、実は。よくさ、なりすましがいるとか、画像悪用されてるとかって聞くんですけど、正直今までされたことなくて、少なくとも自分で気づいたことなかったんですけど、ちょうどね、数週間前かな、友達からスクショが送られてきて、アプリの。沖野偽物いたよ、みたいな。
で、見たら、確かに沖野が過去にインスタか X かなんかに上げた画像を使ってるんですよ。でも、大体ゲーム系のアプリって身長、体重、年齢書くようになってるんですけど、もうそれも全然違うし、明らかになんか偽物だなっていうのがすぐ見てわかるような感じだったんですけど、これ知らない人だったら信じるのかなとかって思いつつ、なんか初めて偽物がいるんだっていう、なんか勝手にちょっとワクワクしたんですけど、で、それどうしたかっていうと、友達からは、どうするこれ通報しとくみたいな、聞いてくれたんで、あ、じゃあお願いみたいな、通報してもらったんですけど、通報したら通報したで、その運営側から、なんかメッセージが来て、通報された側が偽物かどうかって運営からしたらわかんないから、ちゃんとその本人かどうかわかるように連絡くださいみたいな、なんかアドレスが送られてきたらしくて、このアドレスもらったから、もし気になるようだったら自分で本人っていう証明できるような何か情報と一緒にここに送ってあげてって言われたんだけど、正直そこまでやるのめんどくさくて、多分ちゃんとやれば消えるんだろうなとは思いつつ、もうめんどくさかったんで、それは放置してます。なので、もしかしたら、偽物の沖野がどこかにいるかもしれないんですけど、ただこのチャンネル見てくれてる人だと、身長体重年齢で明らかな偽物は排除できると思うんで、そこに引っかからないように気をつけてくださいっていうところと、場合によっては寄せてきてる可能性もあるじゃん。なりすまそうと思ったら多分合わせてくると思うんですよ。160何センチ、65キロ、36歳とかってやられたらもうわかんないじゃん。あれこれ沖野さんかなみたいな。見てる人も思うと思うんですけど、見分け方いくつかあると思ってて、まず画像を悪用してる人って会えないはずなんですよ。現実にいないから、たまにね、偽物が出てくるみたいな最悪なリアルみたいなのも聞いたことあるんですけど、基本的に画像を悪用してる人ってメッセージで終わることがほとんどだと思うんで、まず会おうとしても会えない人っていうのは多分沖野じゃない可能性が一つあります。どんなにメッセージ進んでも会おうとしない沖野がいたら、それは偽物の可能性があるよっていうところと、もう一つ気をつけてほしいのは、画像を悪用する人とかなりすましがなんでやるのかって言ったら、その中の目的の一つにこれあるんじゃないかなって思うのは、悪趣味なんですけど、相手の画像を収集してるんじゃないかって思ってるんです。個人的には。だって実際会えないわけじゃん。その人のプライベートな写真とか、エッチな写真を引き出すために画像を悪用してるんじゃないかなって沖野は思ってるので、もし沖野らしき人だったとしても、エッチな画像とか、裸の写真とかをもし要求されたら、それは絶対に沖野ではありませんので、そこが一つ見分けるポイントかなと。顔画像は全然要求する可能性がある。顔出してない人にいいねとかされて、顔見たいですとか、顔の雰囲気どんなんですかって聞くのは結構普通にめちゃくちゃ序盤にやる。けど、体見せてくださいとか、ハメ撮りありませんかみたいなことは絶対言わないんで、そういうことを言ってくる沖野らしき人は多分沖野偽物です。なので今回のまとめで言うと、数日前に人気ユーザーに選ばれてた沖野らしき人は沖野で合ってます。で、本物も全然マッチングアプリ普通に恋人探しで使ってます。けども、沖野らしき人がいたら、まずは身長体重年齢とか、趣味の欄とか見ていただいて、明らかな偽物はまず排除するっていうのと、それっぽいなっていう人がいた時に、やりとりの中で、あれこの人全然会ってくれないなとか、変な画像ばっか要求されるなっていうことがあったら、多分それ偽物なので、被害に遭わないようにだけしてください。ちょっとそこの被害まで沖野を助けてあげられないので、他の人に関してもそうだと思いますよ。正直会うまでって相手が本当に実在してるかもわかんないし、その本人かもわかんないから、個人情報だったりとか、そういう画像だったりとか、人に送るっていう時にはね、くれぐれも気をつけてやり取りしてみてください。はい、ということで、今回はマッチングアプリに偽物が現れたという疑惑についての真相を語りましたが、いかがでしたでしょうか。沖野が人気ユーザーに選ばれてよかったねって思ったらいいね。あとはチャンネル登録と祝福のコメントもお願いします。メンバーシップもやっておりますので、気になる方は概要欄の方からチェックしてみてください。それでは、バイバイ。沖野の画像使って何してるんだろうね、マジでね。